Everyone いつもね、で今日はボビー・ブラウンのコンシーラーキットとキャンメイクのカラーミキシングコンシーラーを比べてみたんですけど、なんか形状的になんとなく似てるので比べてみようかなって思いました。では動画スタートです。はい、でまずボビー・ブラウンの方なんですけど、これは2色入ってて4968円です。入ってる量がナチュラルっていう色の方が 1.4g でペールイエローが 1.7g 入ってます。ブラシとかは入ってないんです。ただ鏡はついてます。だから持ってくのにいい気がします。これだけちょっと入れといただけでも楽だなと思います。これはカバー力があって保湿力もあるコンシーラーみたいです。ただこれの説明のところには明るい目元を目指す方に、だからクマとか陽っぽいです。ただこんなに高いのに目だけっていうのもちょっとどうかと思うので勝手なあれですけどね、今日は肌にもつけてみるんですけど、一応目元用みたいです。薄付きだけどウォータープルーフって書いてあります。でキャンメイクの方は3色入っててブラシもついてます。3つで 3.9g です。750円です。キャンメイクの方もちっちゃい鏡がついてます。あと横に混ぜるスペースがキャンメイクの方はあります。これも軽い質感だって書いてありますね。あと肌の隠したい部分をカバーってことなんで、これは特に目の下用とかではなく全体的なコンシーラーみたいです。ただこっちのキャンメイクの方は種類が2色しかないんですけど、ボビー・ブラウンの方は10色あります。だからその面で言うとこのたくさんの人が使えるのはボビー・ブラウンの方だと思います。で今日使うブラシはエチューセスのコンシーラーについてたブラシなんですけど、キャンメイクの方を使ってもいいかなって思うんですけど、なんかそれ使うとキャンメイク寄りになっちゃう気がするので、今日はどっちにも関係ないブラシを使いたいと思います。こっち側がボビー・ブラウンの方で、こっちがキャンメイクにするんですけど、目の下からやりたいと思います。でファンデーションしようかどうか迷ったんですけど、やっぱ見えなくなっちゃうじゃないですか、あんまりカバー力がどれぐらいあるとか。だからプライマーも何もしてないし、ファンデーションも今してないです。結構こうやって取ってみる感じはまあまあ重い感じはします。ただカバー力はいい感じは、これやったらマイガード。これ今はナチュラルの色の方だけ使ってます。ペールイエローは混ぜてないです。スポンジでぼかそうかなって思ったんですけど、ぼかさなくてもブラシで。でウェブサイトにも指先でなじませるって書いてあるので、指先でなじませます。でもちょっとこうやってやった感じは結構重い感じだったので心配だったんですけど、つけた感じは全然負担とかはないです。こっちが今しててこっちがしてないです。明らかに違いますね。ちょっとペールイエローをじゃあ上にちょっとだけのせてみます。こっちのペールイエローの方はなんかパウダーですね。だからセットする感じかな。なるほどな。なるほど。じゃあこれもより一層持ち運びに便利ですね。こんな感じです。これはでもそんなにペールイエロー感は出ないです。色味はあんまない気がします。確かにすごいかもしれない。じゃあこっちもキャンメイクの方でやってみます。ブラシは今こっちをボビー・ブラウンの方使ったんで、こっちをキャンメイクの方にします。これは使ったことあるんですけど、そんなにカバー力が良くはない気がします。ちょっと馴染みやすさはこっちの方が良かったですね。これを多分ブラシで伸ばすだけじゃ絶対伸びない、切らない気がする。例えばテクスチャーが軽いのはこっちの方が軽いです。これも指先で。量的には今キャンメイクの方がつけた気がするんですけど、カバー力的にはあまり変わらないですね。差はない。だからボビー・ブラウンの方が少量で済む気がします。色がちょっと明らかに違うんですけど、こんな感じです。やっぱこっちの方がナチュラルはナチュラルですね。明るくしたい方はいいと思うんですけど、ナチュラルにカバーしたい方はちょっとあれかもしれないです。こっちがキャンメイクの方です。でこっちがボビー・ブラウンの方。
これは完全にでも人の好みですね。ナチュラルでなのはこっちですね。完全にこっちはもう全然隠してる感ないですね。でも隠れてます。明らかに最初に動画始めた時は全然違うから。なるほど。ちょっと肌ねいっぱいもトライするスポットがあるのでいいかなと思います。じゃあボビー・ブラウンの方を試したいと思います。ただもしこれがここのニキビとかをちゃんと隠せなくても一応目の下だけっていうことなので文句は言えないですね。ただ高いんだから目の下だけじゃ困るっていうのもありますね。ただやっぱ色が合ってるのもあるんですけどすごいカバー力あるしナチュラルですね。全然本当にスポンジでぼかすのがいらない感じ。ただ気になるからちょっとスポンジも使ってみたいと思います。全然スポンジでも綺麗に馴染んでくれます。いいなこれナチュラルでいい感じです。じゃあこの一番分かりやすいこれをやってみたいと思います。でも全然ぼかすのも必要ない感じですね。すごいすぐ馴染んでくれるから肌っぽいです。肌をつけてる感じですね。なんか完全に赤みが消えるっていうわけではないんですけどなんか綺麗な肌に見せてくる感じ。ナチュラルに隠してるよ感はないけどちょっとだけ赤みを消してくれて、あとクマとかもこう元気な感じに健康な感じに見せてくれる。じゃあ上にちょっと横のパウダーをのせたいと思います。今ここにも毛穴の部分にもニキビがあるんですけど毛穴のところにもこう入っちゃって毛穴が目立ってる感もないです。ただやっぱり目元だけ用コンシーラーっていうのあって目元の方がやっぱ綺麗に隠れますね。キャンメイクの方もニキビを隠してみたいと思います。伸びるけどこれはブレンディングがしやすいのはボビー・ブラウンの方ですね。髪を隠すのは今見た感じだとキャンメイクの方が隠れてるかもしれない。これも最初まずスポンジでやりたいと思います。やっぱ馴染むスピードの速さはこっちの方が速いです。明らかにこっちも隠してくれるのを隠してくれますね。とりあえずこっちがボビー・ブラウンでこっちがキャンメイクです。ただ今見てみるとボビー・ブラウンの方が見えるかな。ここ見えるかな。ここら辺若干乾燥してるニキビみたいのにこう掴んじゃこう乾燥をより目立たせてる感はあります。ただ目の下はそんなことはないです。小じわにこう入っちゃってる感じもしないです。だからやっぱり目の下かもしれない。目の下用って感はありますね。あんまりニキビを隠すのは上手じゃないかもしれない。ナチュラルには隠してくれるけど目の下を隠してくれた時のワーオ感はないです。ボビー・ブラウンは目の方が良くてキャンメイクは肌の方が好きですね。目の下は白く塩してる感が出過ぎちゃってあんまり好きじゃないです。クマの下いろいろあると思うんですけどクマの目の下は明るくしたい人普通の肌の色より明るくしたい人もいると思うんですけど俺的にはそれよりかは普通にナチュラルに隠したいタイプなので目の下はボビー・ブラウンの方が好きです。で今が12時44分なので6時ぐらいにまた6時か5時ぐらいにまたチェックインしたいと思います。はい、今が5時48分なので5時間ぐらい経ったんですけどやっぱりボビー・ブラウンの方は見えるかな。この先と変わりなくこうニキビにこうくっついてる感じですね。ただクマはあんまり取れてないと思います。キャンメイクの方もクマは取れてないけどクマを隠してるっていうか明るくしてた感じだったので最初からクマはまだ下から見えてる感じ。コンシーラーは取れてないけど下から見えてきちゃってます。こっちは
クマ自体が黒いなんか線みたいなのあるんですよ。クマ自体が消えてるんですけど、最初は消えてたけどどんどんちょっと中が見えてきてる感じですね。あとこうシワの線とかに入ってるのはこっちの方がやっぱ入ってる。ただこっちはニキビは掴んでないです。だからさっきも言ったと思うんですけど、目の下はバビー・ブラウンの方で、このニキビとかはキャンメイクの方がいいかなって思います。はい、今日はバビー・ブラウンのコンシーラーキットとキャンメイクのカラーミキシングコンシーラーを比較してみたんですけど、どっちとも違う用途で良いところがはっきりしてたなって思います。では少しでも参考になったら嬉しいです。I hope you guys enjoyed this video and I'll see you guys in my next video. Bye bye!